今回は白い端切れを使ってコースターを作ってみようと思います。小さな端切れをつなげる前に、先日セリアさんで見つけたスタンプを使ってかわいい生地に変身させてみます。使用するのは以前セリアさんで購入したスタンプです。水で洗っても消えない布用スタンプです。スタンプが気になる方は過去動画を概要欄に貼っておきますので、そこから飛んでみてください。今回いろんな柄があったんですが、購入したのはこの2種類を買いました。チャンコードはこちらです。もう1種類はこの蝶々の方を買いました。全種類欲しいぐらいだったんですが、予算に限りがあるのでこの2つにしました。スタンプの押し方を変えながら5種類のコースターを作ってみます。ゴム印の端までスタンプしてしまい失敗です。今度はゴム印の端っこがスタンプされないように軽く押さえます。インクをつけるときに花の部分にだけそーっとインクをつけてみます。きれいにスタンプできません。それなりに可愛くはなりましたが、ストレスなく押すためにスタンプを加工します。今回はハサミとカッターの両方で加工をしてみました。安全にカットするならハサミがおすすめです。不要な部分が大きめならカッターだと一気にカットできます。カッターでの加工は少し危ないのがデメリットです。まずハサミでカットしてみます。ハンコを斜めにするとカットしやすいです。四隅もカットします。カットした面がガタガタになっていますが、スタンプするには影響ないのでよしとします。不要な部分が大きめのところをカッターでカットしてみます。刃を斜めに向けてそぎ切りのようなイメージでカットしてみました。刃の先に指を置かないように気をつけて、できました。黒いゴムの下ベタベタするので、黒いゴムは残した方が良いかもです。使ってみます。ストレスなくどんどん押せるのでカットしてよかったです。作業を中断しましたが、2枚目作っていきます。
完成したコースターを紹介させてください。1枚目は朝から白湯を飲むときに楽しくなるコースターを作ってみました。2枚目は暇つぶしコースターです。猫ちゃんはどこだ？蝶々は何匹？お花は何本？3枚目は猫ちゃんに体をつけて洋服を着せました。4枚目と5枚目はちらり猫ちゃんをイメージして作りました。